やばい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 、ジャンプ41号資金ということでやってまいりましたジャンプなんですけども、今週もワンピースめちゃくちゃ熱かったですよね。物語がねめちゃめちゃ進んだっていうわけじゃないんですけど、モモがねやっぱ躍動してくれるのがめちゃくちゃやっぱ見てて嬉しいですよね。まず最後のページからいきます。2匹の竜が出てくるということで、書き分けの仕方エグくないですか？筆ペンっぽく書いた感じの竜ってやっぱ小田先生ならではって感じで、最後のこの見開きのページがねすごい感動したんですよね。しかもそのモモのちゃんと頭の上にルフィが乗ってるっていうのがまたちょっと感動するんですよ。海賊王がこう乗ってる感じがめっちゃ良くないですか？やばい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 、ジャンプ41号遅刻何してんの？ヒーローは遅れてやってくるみたいなとこあるから。どこがヒーローや？あ、桃之助ですよ、まさにね。そう、もうこの姿は見れなくなりましたねえ、はい。でもね、この最後の見開きのページを見てね、今更ながらにちょっと気づいたことなんですよ。なんすか？カイドウの青竜と、はい、桃之助の竜って角ちゃうねんな。ごめん。だから丸騎士カイドウと同じってわけじゃないんだと思って。確かにカイドウはノーマルモードでも角生えてるやんか。あ、そうっすね。そう、だから角の分け目が4つあるでしょ、カイドウの方って。おお、確かに。そう、だから前2つが通常モードの角の伸びたやつだと思うんですよ。で、後ろの方が竜の角だと思うんですよ。そうっすね。で、桃之助は常に角は生えてないんで、普通に2個口しかないと思って。ただその2個から出たやつが両方とも3股に分かれてるんだよ。そうっすね。だから桃之助の失敗作とか CP0 が言ってたけど、角の形で別に失敗かどうかっていうことはないと思うんだけど、さすがにね。まあこういうのちょっと個性が出ているのかなって。おお、なるほど。感動しない？ちょっと桃の上にさ、ルフィがこう乗ってんの。いやー、これかっこいいっすね。ねえ、なんか竜の上に主人公乗ってるってめっちゃかっこいいよな。めちゃくちゃいい。古きはね、孫悟飯がもうファイヤードラゴンに乗ってるような感じで、竜に乗ってヒーローが今後来るっていう展開めっちゃかっこいいなと思って。まあもちろんルフィにとっての乗り物っていうのはやっぱサニーだと思うんですけど、空中から来るときさ、竜に乗ってさルフィこう登場するってこうかっこいいな。めちゃくちゃすごいよ。このルフィの凛とした顔も好きなんだよね。そうっすね。しかもそれまではめちゃめちゃビビってな桃之助がカイドウって分かった瞬間にカッカッカッってなって、睨みつけてますからね。睨みつけてるやんか。で桃之助も睨みつけて、ルフィも睨みつけると。もうこの辺がねめちゃくちゃいい。もう最後のページだけでも相当いい。いやもうめちゃくちゃいいっすね。そんでさ、どうやって助かった麦わら、その竜は何者なんだあの俺。すぐ聞きたがるから。そうで、その時にねルフィは俺は海賊になる男だって言った後、桃よ光月桃之助、我の国の将軍になる男でござる。そうやね。この短歌切れますか？中身8歳ですよ。言えます？言えた8歳の時そんなこと。いや全然言われへんわ。ねえ、なんつってたの？ 8歳もなんつったかな、覚えてないです8歳ですって感じで。それ本名なのよ。え、あ、そうやった。ごめんごめん、言ってもた。はい。おろろろ驚いたあのガキか。この世に竜は2匹いらねえんだよ。カイドウってこういうこだわりめっちゃあるよな。いや、ありますね。そう、覇王なんてそんないらねえんだよって言ったりとか、なんか唯一無二の俺だけだぞみたいな感じでめっちゃ多分カイドウってこだわり持ってると思う。そう、だから多分他のドラゴン殺し尽くしたんですかね。殺し尽くしたって何？竜がもう2匹いらんから、他のドラゴンは僕が倒しまーすって言って。そんなおるの？そう。もうドラクエの世界やないの？いやもうそうそう。だから多分千年竜とかも見つかっとったらカイドウの殺された。いや、アニメオリジナルなんで。そう殺されてる千年竜が。そうでも竜は2匹いらねえんだよっていうことはもう自分が唯一無二の存在ってまあ言いたいんだと思うんだけどさ、これどう思う？この後の展開って。いやー、まあなんか大怪獣バトルみたいなのが始まるんですかね。言うてもモモもさ、この能力をそんな使いこなせれてるわけじゃないと思うから、もちろん急になんかボロブレスみたいなのできないから、ボロブレパッくらいなの。確かに確かに。メラぐらい。あ、そうっすね。向こうメラゾーマみたいなの出してる。こっちメラみたいなのしか出せないみたいな。まあでもルフィもおるから。そう2人のね、この共闘技っていうのがまだ見れるのかな。確かにね。ねえ、でもこうちゃんとね雲を出してここまで飛んできたわけだけど、このさ飛んだーって言ったところめっちゃ感動したよね。ほう、なんでですか？これ丸っきしさ、パンクハザードと同じオマージュやんか。おー、なるほど。下落ちてね、モモに捕まったままわーって言ってパニックになりながら。確かに確かに。そうそう。あの頃はあんなにちっちゃかったモモがこんなに大きくなって、そういう感動もありますね。そう、なんか成長を見てるような感じで。確かに確かに。そう。じゃあ今回もですね、ちょっと1ページ目からストーリーを流れを解説しながらレビュー考察していきたいと思うんですけど、
第1025話総流図ということで、はい、まずこの扉絵ですよね。そう、扉絵ね。そう、うん、このウソップの冒険譚を聞いてウソップ物語を編纂するタコということで、ウソップ物語とこれできるんじゃない？いつね、ウソップ物語。いや、そうなんよね。ウソップ物語をね、ぜひね、カヤに帰って聞かせてあげてほしいもんね。だって現時点でも相当勇敢な活躍してるからね。いや、そうだってあのさ、世界政府の旗打ち抜いたのさ、俺やからなって言いたいもんな。これだってほんまやもんね、嘘じゃなくて。そう、ビッグライアーストーリーかな。はいね。まあ大きな嘘の話ということですけどね、めっちゃ見たいよね。おー、じゃあ総流図めくりまして、まずね、おい何やってんでもう飛べよと。これちょい見せん時俺ちょっとね、もどかしかったもんね。そう、またなんかこういう展開かみたいな、飛ばへんのやろなみたいな思ったんよ。そう大丈夫な。そう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 、モモはね、ちょっとトラウマがありましてね、高所恐怖症なんですよ。そう、だからもうまさしく飛ぶことにひよってるやつなんですよ。なんか出てきた。あ、どうしました？なんか出てきた。ワノ国やられてんのに、飛ぶことにひよってるやついるっていうここにいるんですよ。あ、言いましたね。言いました。はい。しょうがないよ、まだ幼いんやからね。まあね。で、それは見守ってるわけや、忍とかもね、心配そうに。確かにハートの海賊の一日もね。そう。何のためにでかくなったんだよ、竜だろ、飛べ。俺もちょっとね、意外だなと思ったのはルフィのセリフでね、知るかバカって。そう、バカって結構言うんだと思って。まあ確かに。そう、モモ8歳なことも分かってるんだけど、それでもちゃんと同盟を組んで、カイドウをちゃんと撃つって約束したからには、言葉遣いがきつくなっちゃったんだなと思うんですよ。確かにな。そう、思いやったセリフじゃないじゃん、これってなんか、知るかバカって。でもって、またいやどうしましたよく見てて。こうやった時はもう大体、もう早弁をする時か、もうあくびする時なんですよ。じゃあ、コマをアップしてみるの知るかバカ、なるほどっていう。あ、そうなんですよ。そう。どう思いましたこの辺？いやー、まあやっぱりルフィって言ったらね、そのゾウでもそうでしたけど、その桃之助とやっぱ対等な環境で結ぶっていうのが、そう、まあすごい印象的なんで、まあここでもね、お前せっかく大きなったんやから行くぞっていう、まあそれこそチョッパーをうるせえ行こうって言ったように、やっぱちょっとその強引さが見えながらも背中を押してるんだよっていう感じに思いましたけどね。そうね。でルフィちゃんと超回復してるのすごいね。もういや、そうもう戦えそうやん。そう、やっぱルフィにとって肉は先頭なんやなと思いますね。ほんまね。そして場面変わりまして、ドクロドームの屋上ということで戦ってますよ。親子喧嘩してます。そうなんです。そしていきなり鏡山っていうね、そう謎の技を使ってパリーンって言われて、あれ負けたんと思ったんです。これ身代わりみたいな感じかな。そう、守ったかって言ってるからね。守ったかって何？なんなん守るって、やっぱ大口の真神っていう神様の幻獣種なんで、バリア的な結界的なことを張れるってことなんかな。でしょうね。なんかね、次のひもろ切りもそうですけど、氷系の技みたいな感じじゃないですか。まあお父さんも氷系の技ちょっと使うけどさ。そうある種その氷とかってほらなんか錯覚させるみたいなのあるじゃないですか。そういうこともできるのかなみたいなことを思いましたけどね。なるほどね。まあもしくは和の国に代々伝わるような能力だったら、鏡山みたいなのを島全体とかに張り巡らせて結界作ってたかもしれないしね。おお、なるほどね。すごいパリーンって言ってその中から脱出するってなんかね。ねえ。もう言ったらナルトとかの忍術の世界みたいな感じだよね。そう、もうまさしく霧の里ですよね。そう、マジで霧隠れ。そうっていうかヤマトバリ強いね。まあお父さんその聞いてるとは思わへんけど、これぐらいの強さが最初からあれば余裕でイーストブルーとか締めれるレベルだもんね。締めれるね。アーロンとか一発よ。一発よね。てめえすっかり和の国の一員みてえな面して挑んできやがって、お前はカイドウの息子って血筋からは逃げられねえんだぜ。これやっぱワンピースのテーマよね、血筋ってね。そうね。ロジャーの息子であるエースっていう血筋みたいなのとか、ドラゴンの息子であるルフィのその血筋みたいなのって、この血筋っていう鎖からやっぱ切りたいっていうおでんことヤマトさん、そしてなぜかこのやっぱ息子をどんだけでもなんか愛してる感じがちょっとしたカイドウさん。そうやねんな。ね、どうすんのかね。ここまで来てこれ二人っきりの状況じゃないですか。その状況でも息子って言ってるってことは、僕ちょっとある可能性を持ったんですよ。なんすか？大口の真神の副反応的な効果で女の子になっちゃったんちゃうかなみたいな。なるほど。そうだって今までアルビダとかももうデブやったのに、食べた瞬間シュッってなったりしたやん。でシュガーとかも年齢止まっちゃったりしてるし、もしかしたら大口の真神ってメスの神様って分からんけど、まあ、女の子の神様やから女の子化してしまったんじゃないのかみたいなことを思ったんですよね。でね、そんな洞爺君にちょっとここでたまたまなんですけど、こちら最強の神様っていう実は結構分厚い本があるんですよ。何それ？これね、ダイヤモンド
ド社から発行されてるいろんな神様をまとめてる本なんですけど、こへー。れなんかこやっちゃんを見てくださってるそうなんですよ、担当者さん。あ、そうです。ありがとうございまそう、す。それで本をね検本していただいて、はいはいはいすごい、はい。なんとね、見て、ここで見せるね、大口のマカみたいなあるんだよね。おー、すごっ。そうで、それによるとね、道を極める強力な魔除けとして書かれてるんですよ。へそうだからー。魔除けなんですよね。なるほどね。だから攻撃的な特化の力よりも何かこう守るっていう、まさしくこ浄化するみたいな。鏡山で守ったかって言ってるのはそうそう本当ありえるっていう。そうで、僕たちがもののけ姫のモロじゃないのっていう予想あ、言ってましたね。ここにちゃんと書いてある、もののけ姫の白い狼っておー。お前にサンが救えるのかみたいな。はいはいはい。だからまさしく。そうなんですよね。なるほど。黙れ小僧のやつ。一応なんか男女とは書いてないんですけども、はいはいはい。まあなるほどなと思って、技一つ一つがなんかぽいなと、いや、そうっすね。なんか俺強力なやっぱり結果を張れそうな気がすんだよな。おー。これありがとうございました。ダイヤモンドさんの方、ありがとうございましたはい、これからもよろしくお願いしましますで、まだ親子の会話続くんですけど、んお前はこの島でずっと一人で生きてきた。島中を逃げ回り屋根裏を這い回りずっと一人でな。友達くらいいる？いや、いたよ。まあエースのことなんですけども、そうね。そうだな、あの時の侍たちもしかり。これはね、前後で出てきた牛丸と思われる侍たち3人のことかなとそうで思んすしょうね。やっぱりその後戦いで果てたっていうことなんですけども、やっぱり勝ちに行ったけど負けちゃったってことかな。そう。まあでもここでね、ちょっとやっぱすごいなと思ったのは、カイドウがしっかり覚えてるってことは、まああいつらも結構強かったんやろうなって。そうやろうな、カイドウ強い男ちゃんと覚えてる説あるな。そう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 。ね、で、鬼姫様になんか差し入れしたやつなんか殺されちゃってるっていうね。いや、そうやね。かわいそうに。ね、かわいそうやな、ほんまね。それも見せしめですよね。ね、友情はわっつらみんながお前を恐れる人は力で支配しろ。お前は鬼の子だ。人間と仲良くはなれねえ。それがお前の運命だ、ヤマト。そうで、ここでね、それがお前の運命でヤマトってこの顔を見た時なんですけど、どことなくなんかナンバーズっぽいなっていうことちょっと思ったんですよね。まあ違うだろうけどね。まあいや、まあね。もうナンバーズというか鬼っぽいんだよ。あ、まさしくね。そうだから、はいはい。鬼の子だって言ってるから、こう鬼っぽいシルエットで描いてると思うんですよ、小田先生がね。おー。で、人間と仲良くなれねえ、それがお前の運命だって言ってるから、はいはい。カイドウもやっぱ鬼って言われて昔から実は迫害されてたんじゃないかなと思うんですよ。ほう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 。それをかばってくれた、拾ってくれたのがロックス船長なるほがど。可愛がってくれたお姉ちゃん代わりがビッグマムかなって思ったんですね。なるほどね。そうだからそれってさ、魚人の迫害の歴史とかさ、うんうんロビンがさ悪魔の子って言われて迫害を受けてたのとさ同じじゃん。確かに。だからカイドウもそういう迫害されてた歴史があるから、まあ、歪んでしまったんじゃないの。でもそうじゃないんやでっていうことがこの後の展開してくるんじゃないのってちょっと思った。確かにな。で、その次ね、飛んだっていうね、このパンクハザードと同じような、まあまあ左右逆の描写ですけども、そうですね。ありまして、ピューで飛ぶんですけど、めっちゃ速いね、たどり着くいや、のね。早いよ。やっぱ超高速。泳ぎが苦手な人、水が苦手な人はそのプール入った時に目開けられへんみたいな。そう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 。まあ、高いところ見に行かないのしょうがないんだけども、うんそれでね、ドクロドームをぶち破るっていうねい。や、そうやね。みんなびっくりするよね。おー。カイドウさん、あ、いや違うってもそうごもご言ってるし。そう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 。ね、こんなでっかい竜急に入ってきたらめっちゃびっくりするよね、みんなね。おー。まあ、サンジ VS クイーンとかゾロ VS キングも気になるんだけど、とりあえず竜の方へ、まあ、今週は行ってるんですけども、そうね。はい、各フロアをぶち破っていく感じなんですけど、はい、竜が2匹もいるはずが色が違う、何もが確認しよう。そう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 。まあ、これがね、まあ、竜が今回2匹出てきたよということでサブタイトルにもなっている、まあ、ソウリューズってやつですね。いや、そうなんですよね。この間ウリ2つで今回ソウリューズで、なんかこのダブルペアみたいなのがこう今取り沙汰されてますよね。ちょっと待って、何もう言い切れてない、ごまかせれてないね今。あ、そうですか、はい、取り上げられてますよね、はい、そう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 。で、そのソウリューズなんだけど、はい、昔俺ね寺巡りした時にね記憶なんだけど、ちょっとそれ調べたんだよ。はいはいはい。そしたらソウリューズって、まあ総流だけでいいやタイトルね。でもズってなってることは何か意味があるのかなと思って調べたら、はい、最後のページとウリ2つないね、これもまた。最後ね、そのカイドウとモモの助がこう睨み合ってるとかで、それと似たようなやつでソウリューズっていうのがこうあるんです確かに。そうだからこれをなんか書きたかったんだろうなと。なるほどね、まあ、かっこいいっすよね。めちゃくちゃよくできてるよ、本当に全てが。で、この前のジャンプで発覚しましたけど、ヤマトが覇王色持ちだということで、神速って言いながらバリッつってね。そうね、この状態でもうすでに覇王色を扱えるっていう。もうまとってるんでしょうね、これはね。まとってるからね。まずい、ここは空中でござる、早く足場のある方へ、カイドウがいたぞ、あそこへ突っ込めって言った瞬間、モモの助はカイドウみたいな。そこでルフィがギアフォーススネークマンゴムゴムの、っていうのと、神速のヤマトの技白弱ジェットカルバイン合わせ技がねえね、だからもうこれめちゃくちゃ速い一撃なんやろね。そこまさにね、
神速って言ったらね、瀬田宗次郎のような宿地みたいなね。なるほどなるほど。ポケモンでもあるんですけどね、神速って技がありますか。そう、まあ、とにかく速い技でしょうね。そしてジェットカルバリン、はい、もちろんギアフォースのスネークマンなんで、そう、まあ、肩くりをね、まあ、抜くようなスピードなわけなんで。気づきましたね皆さん。白弱もジェットカルバリンも両方ともヘビっていう字が入ってるんですよ。確かに。そう。おー、じゃあもう白いヘビと黒いヘビで、そうなんですね、ここも総流になってるんですね。おお、いいこと言った。今日一ちょっといい気づきじゃないですか。まあ遅刻してきただけのことはありますね。でそこでちょっと一旦緊張の糸が切れまして、はい、ルフィっていうヤマト、これ可愛いんだよね。そう。おお、山をお前がカイドウを止めてくれてたのか、助かった、ありがとう。すごいね、ルフィももう山を認めてるやん。だってカイドウ一人でつなぎ止めてただけでも相当な実力者って分かるから、ほんまにこのルフィ、戦える中のルフィの笑顔がまたいいんだよね。まあてか山尾っていうならヤマトって言っても変わらんと思うんやけどね。確かによかったっていうところから、まあ、総流図に入りまして、で冒頭のね僕たちの興奮につながってくるわけなんですけども、どうですか。めちゃくちゃいいよね。もう龍が暴れ回る回でしたね今回はね。残念ながらね、来週はまあ救済ということで。そうですね、まあ久々ですけどね。まあ仕方ない。でもなんか毎週本当楽しい。でもほんまにたまにちょっと休憩なさってくださいませ。いろいろ忙しいと思いますけど、本当にいつもありがとうあございまりがとうございます。す。はい。まあ、ということでね、今日のジャンプ感もめちゃくちゃ面白かったわけなんですけど、はい。まあ、なんと明日は1週ぶりに、のすけ海鮮丼という男もやってきて、はい、このジャンプの深掘りについてまたお話ししようと思いますので、ちょっと、深掘れます今回。僕も結構言っちゃいましたよ。誰やと思ってるんですか。2号。2号ですよ。まあ、というわけでね、彼なら、かなりこっからまた面白いネタを掘り込んでくれるでしょう。はい、期待してる方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録お願いします。それでは、See you! バイ。小屋ちゃんクルーがこの夏アゲアゲ、楽しみいっぱい躍動感。クルーのみんなでもっと盛り上げて、 Twitter、LINE ライブ、公式 LINE もやってるよ。フォローしてね。お風呂の前は小焼きチャンネル。